ちは、はみ肉チャンネルです。8月初旬、青森では各地でねぶた祭りが開催されます。今回は一人でねぶたを鑑賞しに青森へ。通過する岩木山周辺のお湯を楽しみます。外観からは想像できない名湯にも会いましたので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。青森県にはいい温泉が多く、今までもたくさん紹介してきました。有名な酸ヶ湯がある八甲田山周辺、野党八黒温泉や小峠温泉がある碇ヶ関周辺、今回は黒石市から西に向かい岩木山方向に向かっていきます。ぬるい温泉は石黒温泉郷の中の一つ。前回お邪魔した鬼温泉もこの温泉郷です。ひらびた木造建築が立ち並ぶ写真を見てここに立ち寄ることにしました。開湯400年以上前、足を怪我した鶴が傷を癒した伝説から鶴の湯と呼ばれてにぎわったそう。まずは黒石温泉の共同浴場へ向かいます。共同浴場なら早朝でもやってるだろうと思ってやってきましたが、8時から入れると思っていたら12時からに変更になったようです。今日がお祭りだからでしょうか。落合大橋のたもとにひっそりと佇む共同浴場、ナトリウム塩化物硫酸塩泉で温度は高め。人によっては49度と書いてあるブログもありましたが、通常45度程度のよう。最近暑い湯が好きになった私としては入ってみたかった温泉でした。地元の皆さんに愛されるザ共同浴場的な雰囲気も素敵でした。黒石共同浴場から西に移動するともう一つの共同浴場があり、その周りに温泉旅館が立ち並んでます。その一つがこの飯塚旅館さん。ここの写真を見てこの地へ立ち寄ることにした旅館です。100年以上前の木造建築をそのまま残している旅館で、食事も接客も評判の宿です。一応ご主人に聞いてみましたが、やはり日帰りは対応してないそうです。ぬるい温泉は建物内にお風呂がない隔車という形式が主流の中、唯一内風呂がある旅館です。その他の宿では共同浴場で入浴となりますが、温泉街がコンパクトなので苦にはならないでしょうね。もう一つ気になった木造建築が共同浴場の向こうにあります。県内唯一宿泊できる各社、大正モダンを感じさせる木造は風情を感じさせます。客室は襖仕切り、台所やトイレは共同使用で、他の客との距離が近いですが、触れ合いが生まれ一人旅には心強いかも。各社は今でいうゲストハウスかもしれません。ガラス戸の向こうに土間があり、その向こうに障子があるスタイル、懐かしいですね。共同浴場でお風呂をいただいてきます。見えなくなっちゃった。建物は新しく現代的な雰囲気。入浴は300円と格安でした。さっきの五島各社が目の前です。これなら冬でもすぐにお風呂に行けますね。怪盗の伝説にちなんで作られた名前の鶴とこけしがトレードマークのようです。地域の方の社交場という雰囲気、なんかのんびりできます。清掃も行き届いており、混雑もなくてゆっくり入浴できました。2つの浴槽はぬるい湯と熱い湯。熱い方は45度前後と私好みですね。入浴中にさっきの町内ねぶたが通り過ぎていくことが聞こえて、なんだか楽しくなってしまいました。ぬるい温泉はレトロな街並みと観光地らしからぬのんびりとした雰囲気が漂ういい場所でした。黒石付近にお出かけの時はちょっとやってみるのもいいかと思います。津軽尾上駅のすぐ近くにある温泉、岩木山への通り道だったので寄ってみました。昭和レトロな感じの銭湯というスタイルですが、源泉かか流しの正真正銘の温泉。外観は古いですが、中は清掃が行き届いていてとても清潔です。いかにも昭和の雰囲気を残したレトロな風情ですが、湯船の奥にはミストサウナと水風呂があり、メインの湯船と合わせて交互に楽しめます。いちいち素敵なものがたくさん置いてあって、ついつい見とれてしまいました。いよいよ岩木山周辺、一番奥から巡っていきます。
京北電現在の岩木町の柴田長兵衛が発見した温泉。宿泊施設が4軒あります。かつては共同浴場が真ん中にあったそうですが、今は現存してません。中でも気になったのがこの新栄館。宿の方がいない時には料金を置いて入るおおらかな湯。現在は日帰りのみの営業のようですが、ここの湯が最高にいい。ドバドバと流れている湯は pH6.7 の塩化物炭酸水素塩温泉。薄濁りでとても成分が濃い。石質物が千枚田のように折り重なって模様を作っていました。何でもない田園の風景にポツンと現れる名湯に本当にびっくりです。湯段温泉郷から数キロのところにある嶽温泉。300年ほど前に発見された嶽温泉、現在は6軒の宿が営業しており、温泉街を形成していました。温泉宿の他にお土産屋さんや食事ができるところもあり、賑わっているようですが、この日はあいにくの雨模様、客足も少ない状況でした。右方向です。続いて右方向です。右方向です。なんて日だと叫びたくなるほどの雨です。すごくいい風呂。先ほどの湯段温泉からすぐ近くなのに全く違う泉質の湯が楽しめます。お湯は pH2.15 だという酸性を感じさせないまろやかさながら、きめの細かい湯の肌が地肌をポリッシュしてくれているかのようにすべすべサラサラ。目に入るとしみるので注意が必要ですが、拭けばすぐにしみなくなります。地元のお客さんでにぎわう普段使いの日帰り温泉施設。ここの温泉が絶品すぎてマニアも他のお客さんに紛れて湯あみをしに来るそうです。建物は民家っぽくて人気がありません。中に入ってもしばらく人が出てこずうろうろしてしまいました。なんておおらかなんでしょう。誰も出て脱衣場もなんとなくレトロで好感触。他のお客さんもおらず湯船を独り占めです。湯葉はもうもうと湯気が立ち込めていて、湯船もうまく映りません。46度の源泉を地下水で加水してザバザバと注い込んでいるとのこと。浴館はぬるぬる泡泡。ほんのり硫黄の香りもして、ちょっと使うだけでもぴっちりお肌に泡がくっつく新鮮さです。マニアが県外から足を運ぶほどの絶品と評されるのもうなずけます。リンゴ畑に囲まれた農村地帯にある日帰り温泉施設です。大きな浴槽に豊富にかけ流される湯はぬるぬるとした浴感で、細やかな気泡が肌を包みます。湯冷めしにくく体の芯から温まると評判です。なんてことない立ち寄り温泉風の外観ですが、ここもとってもいいお湯でした。鉱物系の油臭がする薄茶色の湯がドボドボと注ぎ込まれている浴槽。約29度の水風呂も用意されており、熱い風呂と交互に入浴するのが愛宕流だそうです。しっかり入浴した後は高台からの景色をゆっくり眺めて休憩しました。極楽。はみ肉チャンネル。今回この近辺の温泉を巡るようになったきっかけは、弘前のねぶたを見学する計画でした。青森や五所川原のねぶたを見学したことがありましたが、弘前はまだ見ていませんでした。弘前のねぶたは青森に比べ小規模でしたが、地元の方々の熱気は青森と引けを取りません。市長の挨拶であんなに盛り上がる祭りを見たことがありませんでした。
最後にねぷたを燃やして終わるのも哀愁があって素敵ですね。そのうち動画にして公開してみたいと思います。ねぷたを鑑賞して次の日の朝、6時からやってんだ。五所川原の街中で楽しめる天然温泉かけ流しの湯、いわゆるスーパー銭湯ですが、お湯が素晴らしい。注ぎ口からドバドバ流れる湯は少し油臭があるナトリウム塩化物泉。本来は無色ですが、加水する水に色がついているのでこういう色になっているそう。お湯はほんのり柔らかな肌触り、湯量が多く湯船から溢れ出ています。意外なところでいいお湯に会えてちょっと得した気分でした。再び岩木山周辺に戻ります。大好きな岩木山神社周辺の温泉へ。岩木山神社は約1250年前に岩木山の山頂に社殿を創建したのが起源とされ、その頃から集団で登山する信仰行事が行われていたと考えられています。岩木山神社のお山参詣は津軽地方最大の秋祭りで岩木山に集団で登拝する行事です。お山参詣は旧暦8月1日にかけての3日間で行われます。来年はぜひ参加してみたいです。ここには妻と一緒に数回訪れています。荘厳な景色にいつも圧倒される場所です。いや、これはすごい。この長い参道の向こう、岩木山の頂上に社殿があります。弘前公園の桜を見に来て岩木山神社を巡っていくのがいいコースですね。弘前の桜は有名ですが、今までこの近辺に温泉があることを気にもしていませんでした。最近温泉にはまって調べてみると、小さな温泉がたくさんあることにやっと気がつきました。青森県には本当にびっくりします。思いもよらない湯があちこちに点在しています。あまり知られてませんが、世界一長い桜並木もここ弘前周辺にあります。なんと 12km も桜並木が続いてます。この時は開花前でさほどではありませんでしたが、満開の時はどんな景色が見れるんでしょうね。弘前岩木山周辺は有名な観光地ですが、人混みや混雑のない気持ちのいいところでした。来年は夜桜を見に来てみたいと思います。岩木山神社の参道前には数軒の宿があるようでした。HP で調べてみると営業はしているようでしたが、日帰り対応しているかどうかは分かりません。このひなびた風景はいいんですが、ちょっと入る勇気はなかった。一軒だけ明らかに営業しているように見えた温泉がここ、ハッピー百沢温泉。
名前や外見からあまり期待せずに立ち寄った温泉でしたが、ここのドバドバがすごかった。聞けば、もともとは旅館だった温泉施設を青函会社が保養施設として買い取り、その後地元に開放した温泉で、地元民やスキー客に人気の温泉だったということです。すごいのはその湯量。浴槽から溢れ出る湯は床を茶色く染め上げています。とど寝をされている方もいらっしゃるくらいでした。老朽化で閉鎖になったここをコメディアンの安部浩二さんが買い取り再生したとのこと。有志の方と DIY したり、新しい試みに挑戦したりして今も奮闘中のようです。ハッピーという言葉も青森ローカルで出演中の番組から取った言葉、意外なドラマのある温泉でした。帰りは大雨。早く帰って妻にこの温泉のことを自慢しましょう。はみ肉チャンネル